すがにこれはイチャモンでは。大して似てもいない絵を盗作と3年も言い続けた日本美術院に220万円賠償命令。梅原幸雄という日本画家がいます。ベテランで業界ではトップ層です。彼が女性の絵を描いたところ、盗作だと主張する人が現れました。国西花子と言います。よくあるドレスとか模倣の話かと思いきや、実際の絵はこちらです。ほぼ別物です。これはさすがにと誰もが思いましたが、なんと日本美術院は国西氏の主張を認め、梅原氏を1年間の出展禁止処分としました。さらにその処分をホームページに3年間掲載し続けるという暴挙に出ました。いい加減にしろということで、梅原氏が訴訟を起こしたところ、法務省日本美術院に220万円賠償命令です。梅原氏曰く、ただ偶然に似てしまったものを描いてはいけないと言われたら、富士山なんかはもともと描けない。おっしゃる通り。さて、さらに裏もあります。あなたの税金を3人が奪い合っているという事実です。1、盗作。この決定をした日本美術院の下田氏は過去に盗作で謹慎処分を受けました。下田義弘氏は日本美術界における重鎮の一人でありながら、過去に自らも作品の流用問題で大きな社会的制裁を受けた経験を持つ、非常に複雑な背景を持った人物です。梅原氏が自分を裁く資格があるのかと激しく反論した、その理由となる経歴と事件について整理します。1、プロフィールと業績。青年、1940年生まれ、現在85歳。学歴、東京芸術大学大学院修了。役職、日本美術院常務理事、東京芸術大学名誉教授。作風、透明感のある色彩で描かれる風景画や気品ある女性像、馬の絵などで知られます。現代日本画壇を代表する陰天の顔の一人です。2、過去の写真トレース事件。1997年、下田氏の名前が美術界以外でも広く知れ渡ったのが1997年に発覚した事件です。内容、下田氏が制作し、有名百貨店のカレンダーなどに使用された作品が、写真家が撮影した写真をほぼそのままトレースなぞり描きして描かれたものであることが発覚しました。結果、この騒動により、下田氏は当時勤めていた東京芸術大学助教授を辞任。日本美術院からも一時的な謹慎や役職辞任などの処分を受けました。この事件は当時芸術における模倣と引用の境界線として世間に大きな衝撃を与えました。しかしその後、下田氏は日本美術院の要職に復帰し、現在は常務理事という最高幹部の一人となっています。3、今回の梅原氏騒動での立ち位置。今回の事件において下田氏は裁く側日本美術院の執行部として登場します。梅原氏からの批判。梅原氏はかつて明白な写真盗用で地位を辞した下田氏が自分のような偶然の類似を厳しく糾弾し、盗作作家のレッテルを貼る側に回っていることに対し強い憤りを示しました。二重基準ダブルスタンダードへの疑問。梅原氏側は下田氏が関与する理事会が自分たちの身内理事には甘く、気に入らないもの梅原氏には過酷な処分を下すという組織の体質を批判する根拠として彼の過去を挙げました。まとめ、下田義という存在。下田氏は一度は盗用によって表舞台から消えかけたものの、再び日本画界の頂点に返り咲いた復活した巨匠です。しかしその彼が後輩であり同僚である梅原氏に対し類似を理由に厳しい処分を下す中心人物となったことで、今回の裁判は過去の不祥事を棚に上げた組織の傲慢さという側面を帯びることになりました。司法が今回の処分を違法と断じたことは、下田氏ら日本美術院の幹部たちが推し進めた強硬な粛清が法治国家のルールを逸脱していたことを証明する結果となりました。2、日本美術院。今回敗訴して220万円払うことになった日本美術院、公益財団法人であり、多額の法人税を免除されています。幹部の同人は37名、3人とも同人です。日本美術院は公益財団法人という公的な認定を受けているため、税金面で非常に手厚い保護を受けています。法人の利益に対する優遇。一般の会社が利益を出した場合には法人税がかかりますが、公益財団法人が行う事業のうち、公益目的として認められた活動については法人税が非課税となります。展覧会の入場料収入やカタログの販売なども、その活動が日本画の普及という公益に資すると判断されれば税金はかかりません。固定資産税の負担軽減。会館などの所有する建物や土地についても、それが公益目的のために直接使用されている場合は、固
定資産税や都市計画税が減免される仕組みがあります。これにより一等地での活動維持がしやすくなっています。寄付や支援を通じたメリット。外部からのお金を受け取る際にも税制上の強みがあります。個人の寄付に対する控除。個人が日本美術院に寄付を行った場合、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる寄付金控除の対象となります。また、相続した財産を寄付した場合には、その分に相続税がかからないという非常に強力な優遇も用意されています。企業の寄付に対する損金参入。企業が寄付をする際、一般の団体への寄付よりも高い上限額まで経費として処理できる仕組みがあります。これにより企業側の節税につながるため、法人からの資金協力を得やすい環境が整っています。背景。これらの優遇措置は、日本画という文化を守り育てるために、本来なら国や地方自治体に入るべき税収を免除するという形で国民が間接的に支援しているものです。今回の騒動で問われたのは、そうした特権を持つ組織が、特定の個人を排除するような不適切な判断を下したことへの社会的責任でもあります。3. 日本芸術院。名前がそっくりですがこちらは国の機関です。ざっくり言うと、当人は順番にこの日本芸術院の会員になっていきます。下田市はすでに会員です。下田、梅原市は次かその次、下田、国司市はさらにその次です。梅原市がいなくなれば、そして会員になると一生で毎年250万円もらえます。その250万円はあなたの税金から払われます。日本芸術院は国の機関文化庁の付属機関であるため、その活動資金のすべてに私たちの税金が投入されています。具体的な内訳と金額の規模について解説します。日本芸術院の全体予算。日本芸術院の運営には、年間で約5億円前後の国家予算が充てられています。この予算は文部科学省の予算の一部として、毎年国会で審議されています。会員に支払われる書写金。予算の中で最も大きな割合を占めるのが、会員に支払われる手当です。日本芸術院の会員は定員120名以内の非常勤の国家公務員という扱いになっており、年間で250万円の手当が終身で支給されます。120名の定員枠に対して年間250万円を支給するため、この手当だけで年間約3億円の税金が使われています。これは、優れた芸術家の活動を国が公的に保障し、名誉を称えるという目的で支出されているものです。事務局の運営費。日本芸術院には、日々の業務を支えるための事務局が設置されています。事務局で働く職員の給与や、上野公園にある日本芸術院会館の維持管理費、光熱費、設備の改修費用なども全て税金で賄われています。日本芸術院賞の賞金。毎年、優れた芸術的業績を上げた人物に贈られる日本芸術院賞の賞金も税金から出ています。恩賜賞として100万円、日本芸術院賞として70万円などが授与されます。なお、これらの賞金については、国の政策的な配慮から所得税がかからない非課税所得と定められています。税金の使われ方に対する視点。このように、日本芸術院は建物の維持から個人の手当まで、完全に公的な資金で成り立っています。そのため、今回の騒動のように、芸術院会員を多く輩出する母体である日本美術院などの団体で、将来の会員候補をめぐる不透明なトラブルが起きることは、公金を受け取る組織としての信頼性や、税金の使われ方の妥当性を問われる事態にもつながります。4. 構図。税金を通してみると、あなたがお金を何かにやっていることになります。直接的に誰かの財布から現金を奪うという形ではありませんが、彼らが争っている日本芸術院会員という席や公益財団法人という立場は、国民が負担しているリソース税金と特権の分配先を奪い合っていると言い換えることができます。その構図を3つの視点で整理します。1. 終身年金という直接的な税金。先ほども触れた通り、日本芸術院会員の年金250万円年は 100% 私たちの税金です。定員120名のコスト、年間約3億円の公金が、この選ばれし120名の生活維持名誉年金に充てられています。奪い合いの正体、誰かが不祥事で失脚したり、会員に選ばれなかったりすれば、その250万円かける寿命分という公金を受け取る権利が別の人に回ります。この椅子をめぐる争いは、まさに生涯にわたる税金受給権をめぐるサバイバルです。2. 無税という間接的な税金隠れたコスト。彼らが活動拠点としている日本美術院院展は公益財団法人であり、多額の法人税を免除されています。税
税の公平性。本来営利企業であれば支払うべき税金が免除されているということは、そのわけ他の国民や企業がその穴を埋めていることになります。私物化の疑念。国が公益民なのためとして税を優遇している組織の中で、トップ層が内輪もめに明け暮れ、権力闘争のために独断的な処分。今回の裁判で違法とされたものを下している。これは税優遇を受けている組織の私物化という批判を免れません。3、文化という名の大義名分。彼らが自分たちの行為を正当化する際に使うのが日本文化の守護という言葉です。大義名分。伝統を守るために秩序が必要だ。品位を汚す者は排除せねばならないという論理で、彼らは自分たちの村のルールを押し通します。不条理。しかしその秩序を守るために行われた処分が裁判で違法やりすぎと判断されたことで、結局は文化を守るためと言いつつ自分たちの利権と権威を守っていただけではないかという矛盾が露呈しました。まとめ。この争いの本質、私たちが納めた税金や国が与えた公益という特権が芸術の発展ではなく老舗組織の椅子取りゲームやライバルの排除に使われているとしたら、それは税金の奪い合いという表現が非常にしっくりくる状況です。今回の判決で日本美術院に下された220万円の賠償命令も、元をたどればこうした組織運営の中で蓄積された資金税優遇を受けた中からひねり出されたものから支払われることになります。結局誰が勝っても負けてもそのコストは私たちの負担です。これが現代の日本画界という狭い世界で起きている高尚な争いの生々しい裏側です。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録いかがでしょう？